皆様こんにちは、セリナです。今回は3月6日発売、アディクションベースメイクアップ2026コンフィデントフィックスよりザ・ファンデーションコンフィデントフィックスブラウンロックプライマーファンデーションブラシ11をアディクション様より製品提供いただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。アディクションから磨き上げたようなポリッシュドマットスキンが24時間続く新作ファンデーションが登場ということで、今回の動画では同時に発売される新作下地の塗り心地や仕上がりについて、そして新作ファンデーションを指塗りとブラシ塗りで半眼筒に仕上げて仕上がりの違いをご紹介した後に、アディクションの人気ファンデーションザ・ファンデーションリフトグローと比較をして4時間ごとマスク崩れをご紹介していきます。少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。他にも人気アイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを用いた全色レビューなどもご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アディクションベースメイクアップ2026コンフィデントフィックス。ご紹介するのはザ・ファンデーションコンフィデントフィックス SPF18 から 22PA3+。磨き上げたようなポリッシュドマットスキンが24時間続く。自信を引き出すファンデーション。柔らかい光に包まれた肌の奥に潤いを感じるソフトマットな仕上がり。肌補正されたかのような均一さでパーフェクトなカバーと上質な美しさを叶えます。今回は全14色展開のうち007ニュートラルフェアと標準色の008ニュートラルライトをご紹介します。アディクションファンデーションブラシ11。均一な一枚膜で肌を包む。シームレスな仕上がりへ導くファンデーションブラシ。素早く簡単にブラシを滑らせるだけで薄く丁寧にレイヤーしたかのような美しさ。ファンデーションのカバー力を引き出し、自然な肌本来の魅力を際立たせます。アディクションブラウンロックプライマー SPF38PA3+。毛穴をぼかして24時間美しさをロック。自信が生まれるプライマー。素肌感のある薄い膜が光を操り、フラットに滑らかな肌に整えます。美容液のように肌に馴染み、どんなファンデーションの仕上がりも格上げ。それでは新作下地から順にご紹介していきたいと思います。同時に発売されたファンデーションがマット質感なのと毛穴をぼかすタイプとのことなので、硬めのテクスチャーなのかなと思いましたが、かなりみずみずしくて伸びがいいです。乾燥が気になる状態でもスルスル伸び広がってくれて、どんな肌タイプの方にも使いやすいと思います。はい、まずはこちら側半分に新作プライマーを塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、光を反射するような自然なツヤ感と、ほんのりピンクのカラーでナチュラルにトーンアップしている感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。みずみずしくて適度にオイルも含んだような滑らかなテクスチャーが毛穴や凹凸を自然にカバーしてぼかしてくれています。厚みがあって毛穴を埋めるようにカバーする下地ではなく、滑らかでみずみずしく肌をふっくらさせて毛穴をぼかすようなタイプなので、毛穴補正はしつつも自然な透け感が残っているところがすごく綺麗です。毛穴補正タイプの下地はどうしても下地を塗った時点で厚塗り感が出てしまうというものも多いので、厚塗り感なく自然に毛穴補正をしたい方にすごくおすすめです。では顔全体に新作プライマーを塗ったので、ここからは新作ファンデーションザ・ファンデーションコンフィデントフィックスをご紹介していきます。まずはこちらのファンデーションを指塗りと同時に発売されたファンデーションブラシ11を使ったブラシ塗りで半眼筒に塗って仕上がりの違いを見ていきたいと思います。まずはこちら側半分に指塗りで仕上げていきます。使用するのは標準色の008です。
まずは顔全体に置いて、指で軽く伸ばしていきます。肌にピタッと密着してくれるタイプですが、粉っぽさや厚みはなくて、薄膜でカバーしてくれる感じです。軽く伸ばしただけでもこんな感じで、かなりカバー力が高そうです。ファンデーションを付け足してカバーしていきたいと思います。軽くタップするように重ねていくと、素早くファンデーション同士が馴染んでくれるので、ムラなく均一に塗ることができます。重ねていくとどんどんカバー力がアップしていきます。はい、まずはこちら側半分に新作ファンデーションを指塗りで仕上げてみました。下地のみの方と比較をすると、このファンデーションの薄膜なのに高いカバー力がある感じと、ソフトマット仕上がりなのにパサつき感がなくて、しっかり潤いを閉じ込めているような感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。一度塗りの時点で赤みやニキビ跡などの色ムラの補正力がかなり高くて、重ねていけば重ねていくほど毛穴や凹凸も埋めるように滑らかに整うので、コンシーラーなしでも十分なくらいハイカバーなファンデーションです。ただ、どんどん重ねていってもこんな感じで、厚みや重さは出なくて、薄膜なのにカバー力が増していく感じがとても綺麗だなと思いました。そしてテクスチャーも少し独特で、表面はさらりとしていて、すぐに肌に馴染むのに、重ねていけば重ねていくほど、内側にしっかり保湿感が残っているような、潤っているけれどベタつかない新感覚のマットファンデーションだなと思いました。顔を動かすと頬の高い位置に自然な光の反射は楽しめますが、表面はパウダーを塗って仕上げたような均一感で、保湿系のツヤファンデーションの上にセミマットタイプのパウダーを重ねた時のような仕上がりが、このファンデーション1本で楽しめます。では反対側には新作ブラシを使って塗ってみたいと思います。ブラシにファンデーションを取って、まずは頬の広い範囲に伸ばしていきます。コシがある平筆タイプなので、軽い力で伸ばしていくとこんな感じで、簡単に均一にファンデーションが伸び広がってくれます。広い面を使ってなじませていったら、ブラシを立てて軽くぼかしていくと、指塗りよりもさらに薄膜に仕上げることができますね。小鼻の横など細かい部分にもフィットしてくれるので、手軽に仕上げることができます。はい、反対側には新作のファンデーションブラシ11を使って塗ってみました。だいたい同じくらいの量を塗り重ねましたが、比較をするとブラシ塗りの方がこのファンデーションの高いカバー力の中に絶妙な透け感があるような軽やかさがより際立って、指塗りの方がしっかりしたハイカバー感を楽しめるという違いがあります。近くで見るとこんな感じです。ブラシ塗りで仕上げるとカバー力もしっかり出てくれますが、顔を動かした時に立体感が残るようなこのファンデーションの絶妙なナチュラルさがより際立って、指塗りだとこんな感じで隙のないハイカバー感を楽しめます。アップで比較するとこんな感じです。最後にこのファンデーションのカラーについてご紹介すると、標準色はこちら側に塗っている008。標準色よりも一つ明るめなのがこちらの007です。他ブランドの標準色と比較をしても、アディクションの標準色008は黄身赤身のバランスが取れたニュートラルカラーで、トーンも標準的なのでとても使いやすいと思います。標準色よりも一つ明るい007は少しだけ黄身ニュアンスが入ってくる感じがして、標準色よりもワントーンほど明るく仕上がっています。ホワイトを含む全14色展開とかなり幅広いので、自分に合った色味も見つけやすいんじゃないかなと思います。それでは最後に、アディクションのファンデーションの中でも特に人気のザ・ファンデーションリフトグローと、今回の新作ザ・ファンデーションコンフィデントフィックスを比較して、仕上がりや崩れの違いを見ていきたいと思います。こちら側にはすでに新作を塗ってある状態なので、反対側にはザ・ファンデーションリフトグローを塗っていきます。ザ・ファンデーションリフトグローはこんな感じで、美容成分たっぷりのツヤ仕上がりなので、テクスチャーもかなり滑らかで、肌に吸い付くような重さのある高保湿タイプです。
皮むけや粉吹きが気になる時にも安心して塗りやすいほどの保湿感があります。はい、人気のツヤタイプリフトグローと新作のセミマットタイプコンフィデントフィックスを比較するとこんな感じの違いです。ツヤタイプとセミマットタイプなので仕上がりだけでもこの2つの違いがかなりわかりやすいと思います。リフトグローはピンと張ったようなハリツヤ肌に仕上がっていて、コンフィデントフィックスは自然の光の立体感はありながらも毛穴や凹凸を感じさせない滑らかでシームレスな肌に仕上がっています。近くで見るとそれぞれのカバー力の違いもわかりやすくて、リフトグローはオイルをたっぷり含んだような肌に吸い付くようなテクスチャーなので、重ねていっても自然な透け感が残るようなミディアムカバレッジ。毛穴や凹凸は埋めるのではなく光の反射でぼかすような仕上がりなのに対して、コンフィデントフィックスは重ねていっても厚みや重さは出ないのに毛穴や凹凸をきれいにぼかしてくれるような均一肌で高いカバー力があります。アップで比較するとこんな感じです。ただこうして見るとかなりツヤが強いリフトグローと比較をしても、新作のコンフィデントフィックスはパサつき感や粉っぽさがなくて、ちゃんと顔の高い位置などに光の立体感が残っているので、コンフィデントフィックスのセミマット感と潤い感を両立している感じがよりわかりやすいんじゃないかなと思います。とにかくツヤツヤの肌に仕上げたい方や高い保湿力のあるファンデーションをお求めの方はリフトグローがおすすめ。毛穴や凹凸を感じさせない均一肌に仕上げたいけれど厚塗り感やパサつきが気になるという方はコンフィデントフィックスが使いやすいんじゃないかなと思います。ではこの上にアディクションのフェイスパウダーをブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まずこのくらいの距離で見るとどちらも大きな崩れなくとても綺麗に保ってくれていると思います。そして近くで見るとこんな感じでどちらもドロドロに崩れてしまう感じではないですが、やはり高保湿でツヤタイプのリフトグローは塗りたてよりもファンデーションが肌に馴染んで若干テカリが出てきているのに対して、新作のコンフィデントフィックスはマスクがよく当たる位置は若干ファンデーションが薄まっていますが、小鼻の横も頬の広い範囲にもテカリが出てきていることもなく、塗りたての薄膜なのに高い毛穴補正効果がある感じをしっかり保ってくれています。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、リフトグローは若干小鼻の横にしっぽさが出ていますが、コンフィデントフィックスは小鼻の横も頬の広い範囲も塗りたてのさらりとした質感を保ってくれています。ただコンフィデントフィックスも長時間つけていても乾燥することなく、リフトグローと比べてもパサつきや乾燥感が全然気にならなかったので、やはりこちらは保湿とベタつきにくさを両立してくれるセミマットファンデーションだなと思います。そして今回どちらのファンデーションも新作下地ブラロックプライマーを使用していますが、このプライマーが特に優秀だなと思っていて、こちら側に塗っている保湿タイプのリフトグローは他の下地と組み合わせて検証した時はもう少し皮脂っぽさが出る感じが気になりましたが、この新作下地と組み合わせるとテカリやベタつきを最小限に抑えてくれている感じがしました。保湿感とツヤ感を保ちながら皮脂やベタつきを対策したい時にものすごくおすすめです。はい、ではこんな感じで3月6日全国発売、現在予約受付中のアディクション新作ベースメイクをご紹介していきました。新作ファンデーションは保湿力と崩れにくさのバランスがものすごく優秀で、パサつかない軽やかマット肌に仕上がるところがとても今っぽいファンデーションだなと思いました。そして個人的には特にこの新作下地がものすごく優秀だなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。